さあやってまいりました。今日はなんと8ヶ月ぶりに、あの最強実況者のバンビーさんと対戦していくんだぜ。おお、ウルトラサンムーンでコラボして以来の対戦ですね。まあ2回目の対戦だしバンビーさんすごく有名になったから、紹介するまでもないと思うんだけど、一言で表すなら最強のポケモン実況者っすわ。噂によると剣立てではポケモンの対戦環境を裏で操っているんだとか。その初のコラボ相手が私たちだったというわけだけどな。何鼻の下伸ばしとんねん。以前の対戦は激戦で結構評判良かったんですよね。そして世代統一対決で1勝1敗に終わったんだけども、今回こそ決着をつけようということで、ルールはまたしても世代統一。今回はとっておきの7世代アローラ統一と、5世代一種統一で、バンビーさんをボコしていくんだぜ。おお。ちなみにバンビーさんはどの世代を使ってくると思いますか？私の予想はカビゴンがいる初代と、サザンドラのいる5世代かな。なるほど、バンビーさんお気に入りの2匹がいる世代と読みますか。さあ1戦目の幕開けです。おっと、予想的中の初代か。ちゃんとカビゴンもいます。うわぁ、やっぱりしっかりしたパーティー組んでくるなぁ。球根不思議花の晴れ展開に、補助技豊富でアタッカーにもなれるゲンガー、カビゴンピクシーギャラドスは言うまでもなく安定してます。いやー、こっちのパーティーギャラドスが重いんだよな。飛行弱点3体いますからね。本当はシルバディさんで初手台増して崩したかったんだけど、どうしてもピクシーで止められちゃうから、別のポケモンを通す必要があるかな。鬼しずくもさんはかなり刺さってそうですが、ただギャラドスに何もできないぜ。消去法でエースはジュナイパーさん。ジュナイパーどこにもいなくないっすか？何を言ってるんだ、ちゃんとここにいるだろう。それはダダリンや。確かに草ゴーストタイプやけれども、トリルエースとしてのダダリンさんなら、どのポケモンが来ようとも悪くない打ち合いができるはず。ってことはトリルの晴れるミミッキュさんも確定っすね。最強ポケモンだし安心。初手は、鬼しずくもさんかアシレイヌさんなんだけど、まあギャラドスの後出しを許さないアシレイヌさんかな。これだと球根不思議花の晴れがきつそうですが、鬼しずくもさんの圧力で晴れ選出は切って大丈夫。だと願うぜ。本当に大丈夫なんかいな。さあ8ヶ月ぶりの決戦。今度こそバンビーさんにポケモン実況者の恥の称号を押し付けて、あんたいっつも恥押し付けようとしてんな。私がポケモン実況界の神になります。自分が何言ってるか分かってるんか？それではバンビーさん、対戦よろしくお願いします。初手はピクシー対アシレイヌさん。初手ピクシーは天然じゃなさそう。火炎玉持ちでステロマクタイプでしょうか。このアシレイヌさんメガネ持ちだし、耐久ぶりピクシー抜けるように少しだけ素早さ振ってるから、上から押し切れると思うんだけど、ステロマク起点型ピクシーに見せかけて、命の玉持ちで10万ボルトとかだと嫌だな。ピクシーがアタッカーなら素早さ抜かれてる可能性高いですもんね。まあでもここはムーンフォースで殴るしかないかな。最悪ここは裏のミミッキュ圏内に入れてくれればよし。メガネ持ってるのでカビゴンに引かれても押し切れますが。上取ってます。よしよし。ちなみに今日の試合もバンビーさんから誘ってもらったんだけど、実は私も剣立ての DLC までにバンビーさんと動画撮りたいなって思ってたから、ドンピシャで連絡来てちょっとビビってます。お互い動画撮りたいと思った理由が、ネタ切れ防止じゃないことを私は祈ってますが。さあピクシーは捨てろということで起点型。ちょっと図星感出すのやめましょうや。一応ギャラドスやカビゴン対策で、ジャラランガさんに雷パンチとカウンター入れたけど、タスキ潰れるし出さなくて正解だったぜ。お前ら選出画面で俺に触れすらしなかったよな。さすがにピクシーもいるのに出せねえよ。せっかく大魔ジャラドスをカウンターでワンパンする調整だったんですけどね。ちなみに今回の構築、ランクまで試運転したところなんと10勝0敗。めちゃくちゃ強いじゃないっすか。まあ、サブロムでビギナー級から10連勝しただけなんだけどな。ビギナー級かい。10試合やってやっと参考にならないことに気づきました。ただの恥まんじゅうやんけ。さあバンビーさんの2体目はギャラドス。これ大魔切ってくれないかな。ギャラドスが玉持ちだとさすがにパワーウィップで落ちちゃうけど、玉じゃなければ耐える。いやー、玉っぽいっすね。それかい乱数引かれたか。まあ受け出しもできないしこれは仕方ないかな。さあギャラドスの自信過剰で攻撃が上がっていきます。やっぱり玉か。こうやって相手の能力が上がってても切り返せるから、ミミッキュは偉いんだよな。ミミッキュを使えるのは7世代を選んだ特権ですね。ここは身代わりから入るけど、こっちが玉持ちだったらギャラドス2発で倒せるし、次こそ大魔切ってくれないかな。身代わりミミッキュも結構有名なのでケアしてくるかどうかですが、ここで大魔3ターンからせたら勝てると思うんだけど。いやー、バンビーさん偉いっすね。大魔はしっかり温存してきてます。てかこの滝登りでひるんだら負け確なんだが？マジでそういうのいらねえからな。ひるんだら裏のダダリンもろともダイジェットで吹っ飛ばされます。おい、やめろ。よかった。さすがにそこまで恥さらしな負け方をコラボ会でするわけにはいかねえぜ。しそうなのがあんたなんだよな。トリル張って呪いで退場したいんだけど、
一つ、重大な懸念事項があるんだぜ。懸念事項？多分バンビーさんの3体目カビゴンかゲンガーで、ゲンガーなら全然いいんだけど、問題はカビゴン。ああ、防御下げる大フォローが無効な上に、耐久あるのでトリルからされる可能性ありますね。それだけじゃなくて、こっちのダダリンさん性格勇敢で遅い個体なんだけど、個体値まで削ってないからカビゴンの下取れてるか不安で。素早さ実数値はダダリンさんが54、対する無振りカビゴンが50。つまりトリルかだとカビゴンの方が早い可能性が高いわけですね。はい。なんで素早さ個体値削ってこなかったんすか？いやー、実派トリルかで使わない場合も想定していて、カビゴンとかランクルスあたりは抜いててもいいんじゃねって、思っちゃったってあんた。まあそれはそれで仕方ないんですけど、そこに1ミリも、最地個体を厳選するのがめんどくさいって、思いがあったわけじゃないんですよね。まあでも3体目がカビゴンって決まったわけでもないし、あんた図星でしょ。そりゃ1ミリくらいはあったけども、これはトレーナーの恥。さあダダリンさん降臨です。ダダリンさんの攻撃種族値はガブリアスをしのぐ131。特性鋼使いで鋼技もタイプ1の威力で撃てるから、まあ火力が高いってわけよ。大フォローで相手の耐久下げたり、他3つの技が自分の火力や耐久上げれたりで、ダイマックスとの相性も悪くないわけですね。素の耐久も結構高いんだぜ。裏がゲンガーならトリルターン足りてるけど、この引きはカビゴンっぽいんだよな。あじゃあ。まあピクシーのステロと相性のいいあくびを打てるカビゴン、いますよね。これも一応ケアして大フォローじゃなくて大草原打ったから、なんとか頑張ってくれませんかねダダリンさん。さあダダリンを思い出せ。アローラ御三家の恥と蔑まれた屈辱を。だから人違いならぬポケモン違いです。てかそれもジュナイパーに失礼なんだけども。ガブリアスを超える火力、とくと見るが良い。いやー、カビゴンにこれだけ入るのは強いっちゃ強いんですけど、これ守るでトリルターンからされますよ。ぐぬぬぬぬぬ。木の実？食べ残し持ちの守るあくび型カビゴンじゃないのか？いやこれまだ全然チャンスあるぞ。マジっすか？トリルはあと2ターンですけど。これカビゴンが大マックスしなければ、次の大草原を耐えないから裏のジャラドスも貫いて終わり。じゃあここは間違いなく大マックス切ってくるでしょうね。玉持ちジャラドスは補助技切ってることが多いので、ジャラドスに大魔切って大ボールでトリルを枯らしてくる可能性は低いです。カビゴンがこちらに有効だ。炎技や悪技がなければ、ダダリンさんで大魔カビゴンも突破できる。でもさすがにトリルも切れるしジャラドスの飛び跳ねるで負けでは？ダダリンさんのゴースト技はゴーストダイブ、飛び跳ねると同じで1ターンラグのある技だから。そうか、ゴーストダイブで飛び跳ねるもかわせる。どうすかねバンビーさん。そのカビゴン、のしかかり、ヘビーボンバー、雷パンチ、呪い、みたいな技構成だったりしないっすか？さあ巨大カビゴンならぬ巨大バビゴン爆誕。特性食いしん坊の個体を持ってきたのはやはり自己アピールなのか。こらあんまり言うと怒られます。ライバーン。素早さも案の定下取られてるしこれは終わった。うわぁ、大ボールさえあればまだワンチャンあったか。大ボールでトリルからしてカビゴン倒して、キャラの飛び跳ねるをゴーストダイブでかわしてって感じっすか。いや、まだダダリンとカビゴンが同速の可能性だってある。いつだって諦めたらそこで試合終了ですよ。安西先生こんにちは。こりゃあ素早さ個体値云々よりも、構築力に差があった感じがしますね。結構自信あったんだけどな。後がなくなりましたが2戦目で挽回しましょう。それではバンビーさん、1戦目、対戦ありがとうございました。ということで2試合目、まあバンビーさんは相棒サザンドラ入りの5世代を使ってくるでしょう。それに同じ5世代をぶつけるわけですね。多分ギガドリサザンまでは同じなんじゃないかな。さっきも天候パ入ってましたもんね。普通のルールではバンビーさんは格上だけれども、この世代統一の特殊ルール、絶対に負けたくないんだぜ。わからせてやる。私の5世代統一が上を行くってことをな。私の5世代統一が上を行くってことをな。5世代統一どこ行った？まさかの8世代、がっちり最新の有効リベロエースバーンも入ってます。何やってんだ？そりゃ話が違うぜバンビーさん。なんかこう、8世代は使わないっていう、暗黙の了解みたいなのあるじゃないっすか。暗黙の了解？8世代ってめちゃくちゃ強くて、スペックぶっ壊れコンビをはじめ、火力3バカトリオ、
耐久をバカに壁をバカ、天候をバカとバカバカ言い過ぎやろ。8世代の能力は全世代の中でも突出しているんだぜ。なるほど。まあ他の世代は使えるポケモンも限られてますもんね。そんな核兵器並みの強さを誇る8世代は自粛しようっていう暗黙の了解。さらには動画のネタも8世代はいっぱい使ってるから、結局8世代使わないよねっていう暗黙の了解があると思ってたんだが、完全に一方通行の思いだったようです。あと動画ネタに関してはバンビーさん毎日投稿してるので、さすがに8世代に偏ってることもないとは思いますが。と思って直近の動画見てみたら8世代多くて草。相棒のサザンドラが泣いてるぞ。いやお前らも似たようなもんやぞ。まあ8世代はありえん強い世代みたいなことは言ったけど、さすがに対策はしてるので一方的にはならない、と思うんだぜ。だといいのですが。ウオノラゴンとアーマーガー以外には、こっちのギガイアスとドリューズのスナパがまあまあ通るかな。アーマーガーとウオノラゴンはサザンドラさんで対処しようか。スカーフウオノラゴンのエラ髪だけで終わらないように、初手サザンドラさんで行こう。バンビーさんの相棒の逆襲ですか。進撃のバビンドラよ。あんたバンビーさんの扱いだんだん雑になってないか。さあ運命の2戦目、バンビーさん、対戦よろしくお願いします。バンビーさんの初手はエースバーン。最近夢特性のリベロが解禁されて使用率1位に躍り出た化け物です。うわぁ、来ちゃったなぁ。エースバビーン、雑なんやめれ。私たちの戦術全員格闘弱点なんですけど、エースバーンの飛び膝蹴り大丈夫なんですか。まあ、さっきも言ったけど一応8世代の対策も考えてはいて、サザンドラさん、ダイマックスすると弾エースバーンの飛び膝蹴り耐えるんですわ。ほほう。この5世代見ての通り以上に格闘の通りが良くしてあるのは、サザンドラさんに弱点保険を食わせるため。こちらは物理技の空を飛ぶを媒介にしたダイジェット持ちですか。飛び膝蹴りなら特性リベロで格闘タイプになるから、抜群ダイジェットでワンパンのはず。さあバンビーさんは大負けしてません。エースバーンにダイジェット打たれてたら怪しかったからまず OK。まあ裏にギガイアスさんがいるので、いきなりダイジェットも打ちづらそうではあります。ちなみに玉飛び膝耐えるってカッコつけて言ったけど、実波高乱数で耐えるってだけなんです。落ちる可能性もあるんかい。いや 87.5% で耐えるんだぜ。いけるっしょ。もっと防御に努力値振れば安心できた話では。頼む、耐えてくれ。耐えろー。神。さあしっかりサザンドラ3保険に入ってます。玉持ちが一番多いエースバーンだけど、鉢巻き持ちじゃなくて本当に良かった。御三家風情だな。600族に加藤だなんて甘いんだよな。なおダイマックス切っても死にかけの模様。サザンドラ3攻撃に加工補正入ってますが、リベロのタイプ変化を逆手に取れました。格闘タイプになってなかったら多分落とせてないからな。鬼門エースバーン突破です。さあバンビーさんの残りの手持ち、先制技使えるポケモンがいないのはありがたい。アーマーガーかストリンダーのダイマならギリ受け切られそうですが、でもさすがに致命傷入るから裏で押し切れるんじゃないか。バッチラゴンだと。ダイジェットを打ったのでスカーフでも素早さ負けてませんよね。あれ、これもしかして。やっぱりこれ勝ったのでは？パッチラゴンにダイマックス。バンビーさん耐久ぶりのジャッコパッチラゴン使ってるイメージありますが、さすがに特攻2段階上昇のサザンドラの大ドラグーン、ジョッキ持ちでも耐えないでしょう。パッチラゴンってフルアタが多いから大ボールもないよな。バビンドラ無双。私たちまだ使用率1位のエースバーンを狩る動画出してないけど、これでいいんじゃね？むしろエースバーンの使用者がバンビーさんなだけあって、謎に動画に説得力が出始めましたね。皆さん、エースバーンはサザンドラで倒しましょう。よーし、ウオノラゴン。まさかの3立て。これマジで後付けじゃないんだけど、実はこの5世代統一、ウオノラゴンとエースバーン意識でブルンゲルがいたんだけど、格闘技で弱点保険発動させるために、わざとゴーストタイプにいて正解だったぜ。謎の勘の良さを発揮してしまったまんじゅう。1試合目の分、取り戻せたな。バンビーさん相手にわずか3ターンで終わるだと。それではバンビーさん、2戦目、対戦ありがとうございました。はい、ということで結果はまたしても1勝1敗。第2回も引き分けという結果でしたな。1戦目は普通に実力差で負けた感じがある一方、2戦目は警戒されづらいジャッコサザンドラさんがうまくハマった形になりました。相手がどういうギミックを使ってくるかわからないコラボ会だと、切り返しが効くようにトリルパを使いたくなっちゃうんだけど、剣立てのトリルパってもしかして微妙なんだろうか。少なくともカビゴン相手には厳しいっすね。それこそダダリンさんに弱点保険も足せてたらまた違ったかもしれませんが、まあ結果論です。構築練るのって難しいな。バンビーさんはギミックとかよりもただただプレイングが強い人なんで、2戦目みたいな意識外からの不意打ちの方が効くのかもしれないっすね。もしかしたらジャッコも少しは警戒してたかもしれないけど、
もう DLC 発売が間近なんだけど、DLC 後はまた違ったポケモンたちで世代統一の幅が広がるのも楽しみっすな。ということでバンビーさんとの決戦は DLC 後まで持ち越しです。次こそ新ポケモンでバンビーさんに勝利したいんだぜ。ですね。新ポケモンよりさ、使うべきポケモン、いるよな。バンビーさんの動画も概要欄から飛べるからよろしくです。おい、聞いてるのか？